Hey guys, how's it going? This is Kaz. 皆さんこんにちは。英語のどという本の著者の上川です。今日は皆さんに、ね、オンライン英会話の利用の仕方についてお話しします。オンライン英会話の会社、ね、キャンブリーさんとの協力の上にこの動画を作っています。今日皆さんに、シェアしたいのはですね、Project Based Learning ということなんですね。略して PBL っていうことなんですけども、これはどういう意味かと言いますと、学習をプロジェクト化してしまうということです。一体何って感じですけども、皆さん多分ね、語学がちょっと苦手だなと感じておられる方は、やる気が出て勉強するぞと思っても飽きてしまう人がたくさんいると思うんですね。特に机での勉強がなんか苦手だとか、丸暗記が苦手だとか、そういう人々に、おすすめ。実は私もね、本で勉強するっていうのはすごい苦手なんですけども、このプロジェクトベースラーニングを使ったら楽しく、勉強できるように思います。勉強した知識を実践に生かすね。勉強してそれを実際にそのプロジェクト化した、学習方法によって使っていくということですね。それでは皆さん、実はですね、私が現在なんと PBL をフランス語で実践中です。大学時代にフランス語を3年取ったんですけども、全然喋れなくて、もうこれがね、苦痛で仕方がないので今頑張っております。プロジェクトとして大切なのは目標を具体的にすることなんですよ。で、私が設定した具体的な目標を紹介します。今2020年の5月ですけども、年内に2人のフランス人にインタビューをするという目的を具体的に作りました。まず1人目ですけどね、YouTuber でね、ときめきという、チャンネルをされているアンジェリークさんなんですね。で、アンジェリークさんにはね、メールをして、ぜひ今勉強中ですから話をしてくださいって言ったら承諾をしていただいてますが、もしかしたら忘れてるかもしれないです。アンジェリークさんが書いた本をゲットしておりまして、Étudier au Japon pour le かな。だからアンジェリックさんが使いそうな語彙を勉強できるかなと思ってこれをちょっとずつ読んでおります、ね。もう一人のフランス人の YouTuber なんですけども、シャーレインさんという方がおられまして、この方はお桜花というね、チャンネルをやられていて、この方にはね、事情を説明しまして、今年末までには準備できますから、インタビューお願いしますというふうにすでに頼んでおります。すごい具体的でしょ。さて、そのために私はどのような実践をしているでしょうかということで、なんと LINE のクラスを週3日取っています。これはね、フランス語ですのでキャンブリーさんではないんですけども、皆さんの場合は英語ですからキャンブリーさんでいいと思いますね。その場で話せるんですよ。なんかたくさんの先生がもう待機してるので、自分の好きな時に、話せるということで、これすごいこのやり方に合ってると思いますよ。そしてその30分のね、フランス語会話を先生としてるんですけども、それをね、録画してもらっております。私が頼んでね。で、そして、授業中は質問攻めにしています。ね。っていうのは、一つでもわからない単語があったり、表現があったら全部、聞くようにしています。そして先生には間違ったところを指摘してもらっています。だから自分がなんか間違った表現言いますよね。そしてそれを先生に必ず正しい言い方をしてもらうというのはですね、これを後で聞いてみるということをしてるんですね。ですから自分の間違ったことが正しいことで言われてないと後で復習できません。授業の様子をね、動画で撮っておいて、それを自分の YouTube、サブチャンネルの方ですねに私がその授業の動画をアップします。そしてそれを自分で見て、自分がここで間違いしてる、ここでもまた間違ったっていうね、もう間違わないぞっていうね、悔しさというか、またはこれまた今直さずにまた次の授業行ったら先生に悪いなっていうかね、同じことばっかりやったら言わせたら悪いなという気持ちがあるので、その気持ちを持って、単語をね、正しい単語、表現を覚えるようにしています。それからね、授業中に先生がいろいろちょこちょこメッセージをくれるので、そのメッセージを見てそれを参考にしていますね。こう言ったら正しい文章になるよみたいなね、メッセージをくれているのでね、それも参考にします。
あと私はですね、皆さんご存知かどうかわかりませんが、ソーシャルメディアの一つで、Discord というのがあります。ゲーマーの人たちのね、サイトみたいなんですけど、私そこにグループを作っておりまして、今700人ぐらい参加してくれてるんですけども、日本語を勉強している外国人の人がたくさんいて、そして日本人のね、英語などをやってる人も参加してくれていて、そこでね、私は自分が撮ったフランス語の授業の動画を載せて、フランス人の人に、すいませんけども、コメントしてくださいって言って頼んでね、そしたらね、世界を探したらね、暇を持て余してると言っちゃダメですけどね、ものすごい親切にしてくれるフランス人の人がおられて、で僕もその人たちに日本語のアドバイスをしたりしますので、50-50の関係ですけども、私の動画を見て、ここの発音が悪かったとかね、そういうのを、見てもらっています。でね、これね、内容が面白かった場合は、メインチャンネルにアップって言いましたけども、実はね、フランス語の先生とある回の時に全然相手の言ってることが分からなくて、それが逆に面白いなと思ったので、それを動画化してみました。いろいろやってますね。全部この自分の言ったことに字幕をつけてみたりね、先生の言ったことにも字幕をつけてみたりして、やりましたけども、すごい勉強なんですよね。特に先生が言ってることを字幕にするというのはリスニングの勉強になるんですよ。で最初はね、あれ普通に肯定文言ってるのかなって思って何回も聞いてるうちにそれが否定文だったりしてね、なんかフランス語って否定文するときにちょっと英語とちょっと違うので聞きにくかったんですけども、でその字幕を作ってるうちに表現も覚えるし、ね、正しい言い方っていうのも覚えたように思います。ちなみにこれはですね、私のサブチャンネルですけども、すべての授業、1週間に3回受けているすべての授業をここにアップしてですね、そして見ることで復習をしています。ね、皆さんの場合はね、キャンブリーという、ね、英会話を勉強されていると思うので、キャンブリーになりますけど、キャンブリーの場合は、先生の授業を取ったら自動的にその動画、授業風景がセーブされて皆さんが見ることができます。もちろんその YouTube に上げたりする場合は先生の許可を取ってくださいね。これだけではなくてね、これプロジェクトですから、年内にフランス人の人の言ってることが分かるようになりたいわけですよね。だから普段こう仕事をしているときにフランス語を音楽のように聞いています。さてちなみに誰を聞いてるでしょうね。さっきのときめきというねのをされているアンジェリークさんとお桜花っていうのをされているシャーレインさんのチャンネルをメインにね、こう音楽のように聞いてるんですね。実はね、効果を感じています。というのは、音楽のように聞いていても、なんか決まり文句っていうのがね、だんだん頭に入ってくるんですよ。例えば、ジパンスクって言ったら、決まり文句というか、英語で言えば I think that っていうかね、もういつもフランス人の人が言うような表現。だんだんそれが頭に聞こえ出します。で、覚えてしまいます。ね。もう一つなんですけどね、私、フランス語は大学でやったものの発音に自信がありません。例えば、私というね、言い方、もうなんか微妙みたいで、じゃないってね、って言われたんですよ。で、ちょっと不安な発音があって、それがたまたま出てきたら、そこでなんとなくこう、頭の中で覚えていくみたいなね。だから皆さんにもこれをお勧めしますよ。皆さんは英語でやることになると思いますけどね。というわけで皆さんにも PBL に、挑戦してみていただきたいと思いますけども、キャンブリーさんの場合はね、使いやすいんじゃないかと思いますよ。というのは、新型オンライン、英会話ということで、すべてのデバイスに対応しています。そして、私がしているように、動画を見ながら復習するのがものすごい簡単ですね。最初びっくりしました。僕実はキャンブリーさんもちろん試してみましたけれども、先生に言わなくても、自動的に、授業の後に自動的にもう録画されてるんですよ。だからいつでもそこに行って復習することができます。もちろん YouTube とかに載せる場合は先生の許可を得なければいけません。あとね、キャンブリーさんの場合ね、ものすごいたくさんの、先生が登録されているので、今から勉強するぞと思った時に、そこにもう待機されてる先生がいて、だから待たなくてもいいんですね。これが使い勝手がいいと思います。さて、私のやり方なんですけども、
僕はどっちかというと教材で教えてもらうよりも自由にやるのが好きなんですよね。だからキャンブリさんの場合はもちろんその教材も用意していて、それに基づいて勉強することができますけれども、自由にね話をすることもできますので、皆さんのニーズに合わせた形で教えてくださるという意味でも、このプロジェクトベースのね、やり方がぴったりきてると思いますよ。それでは最後になりましたけども、英語ノードと英語の勘シリーズのコツを使いながら実際にキャンブリーさんの、ね、英会話に挑戦してみたいと思います。それでは英語ノードの本からのアドバイスです。たくさんの息を使います。そしてできるだけ深いところで発声します。まるで外国人のような声、あるいは声優さんのような声を使って英語を発音してみましょう。Yeah, like, oh no, I can't speak English, kind of, because number one virtue is to be humble. And if we can't speak it well, we feel like, oh, I can't do it. It's interesting, virtue. I hadn't thought of that word, but I suppose it's a good word. Okay. Teach me some more words. My dog. Can I show you my dog? Your dog? Yes, Can you show me your dog? Oh, sure. How's that? Wow. Where do the batteries go? Batteries? Yeah, it looks like it's just a joke. It's a small stuffed animal. It looks like a small stuffed animal. You see, I'm wondering where the batteries go. Hey. 英語を話すときには笑った声で喋ると喉とか首が緩んでですね、リラックスして自然な英語になってきます。If you can try to speak like this using your 笑い声, it sounds more natural. Try that. Yeah, I forgot to ask you. So you're Amber. Where do you live? I live in the United States on the East Coast. Oh, me too. Oh, really? In Virginia. Oh, I'm in Georgia, so I'm down Okay. south. I have passed by before. Oh, really? Yeah. I try to hold down my southern twang when I'm on Cambly, so it doesn't interfere. I used to go to Alabama, so I go through Atlanta Airport. Oh, okay. And people start talking very slowly. This is true. Yeah. There is a draw, but it's comforting. It's welcoming. Yes, and I really appreciate their speaking really, really like, yeah, like I like it that way. Better than speaking very quickly and fast. Exactly. Yeah. 英語ネイティブと話すときには、あまり相手の反応を気にせずに、まるで独り言を喋ってるように延々と話してください。すると面白いんですけども、ネイティブの人は静かにあなたの話を聞いてくれます。英語では人の話を最後まで聞くというのがマナーなんです。I was just making a video in which I explain, one way of using Cambly. I suggested to them that you have to make it like a project. My project is to interview Americans or British people or whoever. And then as part of that project, you practice speaking on this kind of platform. Oh, can I practice like as if I'm interviewing somebody? Can you help me? I want to talk about this topic. Can you help me? Like that kind of, way of bringing your own suggestions, problems, or what you want to do. Maybe. Exactly. Yeah. And I often ask if they, following on from that, I often ask if they have any questions for me, because sometimes they may want to ask questions, but they feel a little nervous or a bit shy, a bit self-conscious. They don't want to ask questions. And I'm always happy for them to ask me any questions. So I often put that to my students as well, see if they've got anything they would like to ask me. And sometimes that stimulates a conversation in itself. 英語ノードまた明日